はようございます。今日は今から山西省に行きます。もう朝早く来てもういや5日間ぐらい、5日間ぐらいですね。はい、今北京北駅にいて、から高速鉄道でね、2時間弱ほど乗って、まずは大道ターミナルに行きます。はい、で今回はですね、フェロートラベラーが日本から一人来ていてくれているので、2人で無事な旅にできるように仕事を休んでね来てくれてるので、はい、どうもありがとう。そういうわけでもう無事なね安全第一で旅行したいと思います。はい。正麺がすごくなんかうどんみたい。今から運行石窟と時間があれば竜のね壁を見に行こうと思います。外がすごく寒くてね、今日は気温がマイナス14度からマイナス1度、最高気温マイナス1度ということで、服をたくさんね厚手の服たくさん持ってきてるんだけど、すごく寒くて、はい。寒くて凍ってる。凍ってる。山西省大道市にある雲行石窟まで来ました。この石窟はですね、中国の三大石窟のうちの一つです。で、去年の冬に行ったのは河南省の洛陽にある龍門石窟というところに行きました。で、それはですね、時系列でつながっていてですね、この石窟は北魏の孔文帝が洛陽に戦闘した時に作ったのが龍門石窟なのですが、その洛陽に戦闘する前はこの山西省の大道市が北魏の都市でした。で、その時にここに作っていたものがこの石窟です。ちょうどここから石窟が始まって、ほんで向こう側にそんなに長くないみたい。いや、ここはまだこういうのは本当あったけど、今工事中みたいで。こんなことなってるんや。危ない。すごいね、これは。これはすごい。すごい。你往后站呢，你站太近了。上のところにですね、穴が開いてて、日の光がこのお顔に当たるようになってるみたいです。で、この後ろの方とかもちゃんとデザインがあって細かい。でもほら、ここにさ変な帽子かぶってる人がさいるじゃない。この時もこのなんか色とか絶対中国のものじゃないやん。だからシルクロードで交流があった人たちかな。北魏は北方の遊牧民族である鮮卑族が作った国で、その地の文化を積極的に取り入れ、仏教を通じた国の統治を目指しました。この上にもまだ一人いて、どうやって掘ったんって感じ。
運行石窟は460年から建造が始まり、その大部分は北魏の孔文帝が洛陽に遷都する以前に作られましたが、その後も当代まで建造が続き、それぞれがどの時代に作られたものかを正確に知ることは難しいとのことです。北魏が勢力を振るった5世紀は西域との交流が盛んな時期でもあり、運行石窟は中国国内の石窟の中でもインドやギリシャなど西域からの影響を最も強く残したものとなっています。また色彩を含め各時代ごとにそれぞれの方法で修復が施されており、現在も最先端の技術で保全に取り組んでいます。全部歩いてきたね。入园参观，请在闸机处核验身份证。今ね、この九龍壁を見に来ました。九龍壁というのは基本的にはその建築群のその前に置くものなんですね。例えば北京の紫禁城のところの前なんかにもあります。でもここの大道にあるものが一番豪華だというふうに聞いています。大家好，游览期间，请勿翻阅背囊，禁止吸烟，照顾好身边的老人。9つの竜がこう並んでる感じ。でもこういう色とか見てみたら、この竜は黄色だけれども、この黄色は同じ黄色の色じゃなくて、これとかも青色の竜、紫なんていうの色だけれども、でも一色じゃない。同色のいろんな色を一つの竜に塗ってるからすごく豪華に見える。明の始祖主元公の13番目の子供、主元璋。ほんでね、今これ水ないですけど、この長方形のこのところにですね、私たちの水があったんですね。ところにですね、この9匹の竜がこう反射して、それで竜がこう水の中でこうやってなんかこうやって楽しんでるのがこう見れたということだそうです。亲爱的游客朋友，大家好。で、旅の同行者が本を持ってきたんで、どんな持ってきたのか。成崎潤一郎日本文学全集、あとは中国旅行のガイドブック、なんか中国語の本だそうです。今ちょうどね、大道のその城市城壁の近くまで来ました。すごいな。で、今ちょっと寒くて凍ってますけれども、一応ね、中の守るためのお城だから、こう川みたいなのがあってですね、ほんで決められた場所からしか入ることができない。昨日見に行ったその九龍壁はこの城壁の中に車で普通に入って見ることができて、でちょっとあんまり時間がないので全部見れないんですけど、この城壁の中は宮なんか孔子を祀ってるところとか、ハイエンスっていうすごく有名なお寺とかたくさんあってですね、一日中で過ごしていろんなものを見て回れるぐらいいろいろあります。ほんでさっき見たらこの中に小学校なんかもあるみたいでね、でこの城壁はそれまであったものの基礎の上に明代に修復されたものが今はここ残ってる後ろに見えているものだそうで、そういうなんか古くから残っているものの中にですね、なんかいろいろ小学校なんかもあって面白いなと思います。さっきねこの道を歩いてきたんですが、この城壁のこの中ですね、普通に車で出たり入ったりできるみたいです。ほんでこの城壁のねすぐ近くにですね、この高いビルとか全部ホテルでね、もう観光地みたいな感じですね。なんか
普通にここから城壁の上に上がれそうです誰もいないから上がっていいと思うけど、昨日ねこの上城壁の上歩いてる人がいたんですよ。でこっちが城壁の内側ですね。なんかよく見たらさ、同じような建物ばっかり、城壁の外はたくさんビルがもうザザザーってあって、城壁の中は今でも古い建物がたくさんそのまま残ってるということだそうで。こうやって昔の人もこの城壁から外の景色見て、なんか敵が来てないなとか思ってたってことかな。今ね大道南駅にいて、今もう夕方ですが、今から平洋古城駅まで高速鉄道に乗ります。だいたい約2時間半から3時間ぐらいかかります。だから結構遠いです。で、昨日着いた日はその雲虹石窟に見に行ったんだけれども、去年の冬に行った洛陽にある龍門石窟と違って、その洞窟みたいになってて、中に入ってそこで彫刻を見れたんですね。それですごくびっくりしたのが、龍門石窟はその壁に彫刻してあるだけだから雨や風にこう吹きさらしになってるんですね。でも今回行った雲虹石窟はその当時の着色がまだ残っててですね、すごい色彩豊かな石窟の仏像とか見ることができて、それはすごく楽しかったです。でその中でも最初の方に第一窟とかにあるその初期の方の洞窟の中には結構ねインドから伝わった仏教の影響が一番色濃く出てた部分で、それは何ていうかすごく美しかったんだけど、どちらかっていうと私からしたら、私の感性ではちょっと、エキゾチックな感じがしました。ほんで一緒に行った人に、見てどうだったって聞いたら、やっぱり動画でも見ると思うんですけど、その昔の人がその宇宙についてこんな感じだったっていう風に、昔の人は宇宙というものをそのように想像したのかなっていう風に思ったという風に言っていて、でその宇宙ってつまりどういう概念なのって聞いたら、もうそれは誰もが思い浮かぶこの世の先にあるものとか、死後の世界とか自分という存在とか、誰もが一度は思いを馳せるようなそういったものについて古代の人はそういう風に思ってたんじゃないかっていう風に言ってて、確かにそうだなという風に思いました。でその当時のねもう1000年以上昔の人はこの地球という惑星について、銀河系とか生命の起源とかについてもうほとんど何も知らなかったわけですよね。でもだからといって今の私たちは現代の科学で分かるだけしか分からないのであって、そして分かっている現在ある知識というのも今のところ正しいだろうとされているに過ぎないわけですね。そうするとこの科学というかテクノロジーというのはもうまさにこの世を知るための方法の一つに過ぎないということを本当に最近すごく強く感じるんですね。で昔の人はその仏教とかを信仰してですね、そういう石窟とかそういう芸術に残してその時にもしかしてここに真理があると思ったのかもしれないわけです。でそうやって思う人の気持ちというのはこの現代の私たちももうほとんど変わらない思いでそういうふうに思ってたのかもしれないと思うわけです。だとすれば1000年という時間が経ったからというそれだけの理由でそこに真理はないのだとどうして言えるでしょうかというふうに私は思った。はい、ありがとう。